こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回やってきたご自宅ですね。ちょっと一見アパレルショップかなって思う方もいると思うんですけど、実はここご自宅なんです。はい、アイコニックな、ちょっとねリノベーションをされてるご自宅にやってきました。ディティールまで独特な、ちょっと記憶的でも紹介したことないようなコンセプトだなとちょっと思っているので、どういうね、テーマでお部屋を、ちょっと考えたのか、そういったところの話を、聞ければなと思ってます。はい、あちらでお待ちいただいているのでご了承しましょう。失礼します。よろしくお願いします。お願いします。今回のゲストはですね、あきとさんです。あきとと申します。普段は不動産関連の仕事に就いております。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が間取りはどういう間取りになるんですかね。間取りは一応ワンルームですね。はい。ワンルームで平米数は60平米ないぐらいのサイズ感になります。ここはいわゆるリノベーションをされたそうですね。中古マンションを購入して、でもともとリフォーム済みだったんですけど、それをちょっともったいないんですけど全て壊してフルリノベーションという形で、作りました。ちなみにこの今住んでる場所、物件を選んだなんか決め手というか何かあったんですか。そうですね、以前賃貸でこの近くに住んでたんで、まず地域的に馴染みがあったっていうのと、あとはその環境がすごい良かったのと、あとちょうど内見に来た時外の背景と見晴らしがすごい良かったので、そことかも含めて外観も含めてちょっといいなと思って購入しました。確かに都内だけどちょっと景色が開けてる、抜けてる感じですもんね。駅からも近いんですけど、ちょっと落ち着いた静かな空間になっていて、すごくいいなっていう感じですね。はい、というわけで今日はちょっと隅々までお話を、ちょっと聞ければなと思っておりますので、じゃあ早速ちょっといろいろ聞いていきたいなと思ってるんですけど、ここはリビング、ちょっと寝室が合体してる感じではあるんですけど、リビングになりますね。どうですか、なんか全体を通してお部屋の、インテリアのコンセプトというかテーマというか、そういうのって何かありますか。一応部屋が60平米ぐらいあって、それを3分割に分けていて、玄関入ってから手前が服のゾーンで、真ん中がキッチンのゾーンでリビングなんですけど、服はちょっと個人的にアメリカ系が好きなので、アメリカンテイストになってるんですけど、リビングにそれをちょっと持ち込んでしまうと、ゆっくり過ごすにはちょっと雑多かなと思っていて、なのでどちらかというとリビングの空間はヨーロッパテイストな形で、ちょっと物が若干ごちゃつきつつあるんですけど、なるべく物は置かないようにしているという感じですね。確かにヨーロッパの方とかだと割とね平米数の広いワンルームとかありがちというか、結構多いですもんね、あっちのタイプだと。そうですね、基本シンプルで、R 壁とかを使って、なんかちょっとリゾートっぽくしているというような感じですかね。これが曝露町のヒストさんで購入したもので、5万円ぐらいだったかなと思います。最初ソファーを探してたんですけれども、座ってみたら結構深くて、ソファー使いできそうな大きさだったので、クッションとかを変えれば色合いも変わるので一生使えるかなと思って購入しました。深い、結構深いですね。日本のベンチより高いですよね。そうですね、多分アメリカでハンドメイドのものだと聞いていて、結構作りとかもビスも木でされてたりとかしっかりしてるという感じだったので購入しました。しかもちょっと湾曲してる。そうですね。なんかよく見るとなんかだから座り心地とかもやっぱそういうので変わるんですかね。なんかだと思います。クッションとかはご自身で後付けで購入されてみたいな。ネットでサイズ切りで3000円ぐらいで買って、普通に商店街の生地屋さんとかで布を買ってくるんでるような感じですね。これは楽天で3万円ぐらい、天井の高さとかがあまり高くないので、一番コンパクトで家のテイストに合うものがちょっとこれだったので
これにしたっていう感じですね。これがトライバルラグをなんかサンウォッシュ加工と言われるものらしくて、トルコの山で雨が降らない地域があるみたいで、そこにずっと置いて日光の光を当てて色をちょっと退色させるみたいな加工で、ちょっと淡い仕上がりになるので、濃すぎるとこの空間に合わないかな。確かにちょっとパキッとしちゃいますよね。ちょっと馴染む感じのものにしたっていうところですかね。でここが、普段、食事とかをされるような。そうですね。これが賃貸の頃から使ってるものなので、あんまりもう記憶にないやつ。記憶が全くないですけど、ちょっといずれ変えたいなと思ってたんですけど、前住んでた時から結構しっくりきてたので、ずっとこれを使っているっていう感じですね。ちょっと意外とこのガラスの感じとかも各所にガラスを置いてたりするので合ってるのかなとは思ってます。なんか秋人さんが訪問された中で、それこそよく行く、毎年行く飲みの市とか毎週行くイベントとか、なんかおすすめのやつなんかあります？そうですね。定番ですけど11月にやってる東京飲みの市とかは行くのと、あとは世田谷公園のフリマとかは世田谷公園のやつか。結構安いのが落ちてたりするので、あと渋谷の飲みの市とかも定期的にちょっと探しに行ってますね。これは本当に引っ越す前にこの家のメインにしようと思って買ったもので、目黒の家具通りのヌーディーズさんってところで6万円ぐらいしたもので、映画かドラマか何かにこう提供で貸したりもしていたとは言ってたんですけど、この照明ですか？やっぱこのオレンジがバッとちょっとスペイシー感もあって、象徴的なアイテムにはなってますね。ケーブルもね、なんていうんだっけ、こういうの巻いてるやつ。これちょっとあんま最近やってないんであれですけど、聞くと調整できるんですよ。調整できるやつか、高さを。僕も前一回沖縄でこういうの買ったんですけど、なんか結構年式古いやつで、なんか壊れて使えなくなっちゃって。一回壊れたんですよ。壊れました？バーってなって、で修理して治ってはいるんですけど、あんまいじらないように。ですよね。もう同様です。僕はちょっと修理まだ出してないんですけどずっと1年ぐらい放置してます。これは何ですかね。花を置く台ですかね。インドの豪邸とかになんか出てきそうなんかちょうどそのプロジェクターを置くのにちょうどよくて、実家に帰った時に家の近くのトレファクで2000円ぐらいで売っててで買ってそのまま電車乗って重くなかったですか？連れて帰って。意外と軽い。軽いんだ。コンセントとかもあれなんですね。下にアダプターを。そうですね。ここに照明を置いてテーブルを置いてっていうのは設計の時から決めていたので、その下に床コンを置きたいなという形で、その他は普通のコンセントが普通にコンセントはそっかあるんですけど、ここは床コンにしてます。なるほど。あとはじゃあちょっとこの辺りのスペース聞いていきたいんですけど、ここはなんかお気に入りの小物とかをこうちょっとディスプレイしてる感じですか？そうですね。北沢のアンティーク山本山本商店で買ったアメリカの家具みたいなんですけど、アメリカのなんだ。そんなにこうごつくないというか、うちのリビングにもハマるかなと思って買いましたね。ちょっとこっちのスペースもお尋ねしようと思うんですけど、これは写真のポスター。家の中に R 壁を使っていたり曲線を表現しているところが各所にある中で、こうちょっとくねっとしたこの雲龍柳のこの曲線の感じとか、そういうのを各所に入れているっていう。この辺もグリーンをどうに置こうかっていう形になっていて、ここにプロジェクターを映すので、そこ以外だったらいろいろ置けるかなと思って、ちょっとこのモンステラもだいぶちっちゃかめっちゃかになってしまって確かに整えないとなっていう生え方がね。これも本当に5年ぐらい前に八百屋さんで300円ぐらいで買ったやつがこんなに大きくなっていて、植え替えも何度かしたんですけど、どんどん大きくなるので、もうそれ本当成長しますよね。すごいですよね。あんまり水ね、そんな頻度であげなくてもね、すごい。結構なんかこの置いてある3つの椅子、ちょっとここもそれぞれ少し個性的な椅子ですけど。そうですね。真ん中のツールは名古屋のジャムデイという
アンティークショップで、へなんかペーパークリップスツールっていう名前みたいなんですけど、ペーパークリップっていううんうん止める書類とか止めるを広げたようなデザインをしていると。こっちのカウンターの椅子も同じペーパークリップスツールなんですけど、なんか80年ぐらいにこういうデザインが多かったみたいで、おそらくカナダのものと聞いてるんですけど、あんまりなんかカナダのファニチャーブランドってあんま聞いたことがなかった、自分も初めて聞いて、でちょうどそのカウンタースツールがすごく良くて、その名古屋のアンティークショップで買って、で半年後ぐらいにまた名古屋に行くタイミングでインスタ見てたら同じ形のが出てたんでそうなんだ。またこれを買った。へえ。じゃあもう今は製造されてないデッドストックみたいな感じなんですかね。いやデッドストックではないと思うんですけど、その当時作られていたものなのかなと思いますね。なるほど。今度は寝室、リビングとね、ここはシムレスにつながってますけど、まあ、リビングとこうテーマは一緒というか、なんかあれですか、コンセプトみたいなまた別であるんですか。いやリビングの延長線上で作ってますね。本当は空間を分けようと思ってたんですけど、なかなかこうフィットするものがなくて、ベンチのソファを置いたらなんとなくこう空間を仕切れるような感じになったので、一応そういう流れで、はい、作ってます。まずこのベッド、はい、こっち側ですね。こっちですね。こっち側でやっぱりこのメインになってるのはこの照明だと思うんですけど、はい、これはどちらの照明ですか。これがフロスのアルコランプですね。これは小金井のエデュコっていうアンティークショップ屋があって、そこでちょうど美術館だかデザイナー建築事務所だかの家にあったものを買い付けたものが売られていて、それを購入したという感じです。土台が大理石でめっちゃ重いですよね。めっちゃ重いですね。60キロぐらい確かあって、ね、オーナーの方とこう2人がかりでこう車で運んでもらって、で家の中に入れたっていう感じですね。ヴィンテージだとおいくらぐらいで買えるんですか。一応10万円ぐらいでしたね。でも全然安いですね、はい、ヴィンテージだと。そう僕も一回前の部屋で買おうか迷ったことあったんですけど、結構高さがないとね。そうなんですよ。お店で測って、で家の高さ測ったらギリギリアウトだったんですけど、アウトだったんだ。まあなんとかいけるかなと思って買って、はい、伸びきってなかったみたいで伸ばしたらこういい感じにそれでギリギリ収まったんですね。フィットした感じですね。そうだったんだ。これもニュース中野店か何かに行った時にアメリカ製みたいなんですけど、はい、1万5,000円ぐらいで買ったもので、なんとなくこのグリーンの奥にこうひっそりとある感じが雰囲気的にいいかなと思って買いました。賃貸の時にディスプレイ棚みたいな形で使っていたのを持ってきたものになって、まあ、上にガラスの花瓶とかを置いてると日が入った時にかなり綺麗に映って、いい感じになるので窓辺に置いているっていう感じですかね。これは2つとも同じブランドのやつなんですか。2つセットで。セットなんだ。はい、ちょっとどこで買ったかは忘れちゃったんですけど、なんか不思議なスケール感のこうコンビネーションですね。そうですね。なかなか見ない形というか、組み合わせかなと思ってます。こっち側はなんかね、2つスペースとしてはあると思うんですけど、はい、ここはなんかどういう感じで手前と奥使われてるんですか。奥は掃除機とか見えないようにこう布で隠しているものになっていて、で手前側のこの何ですかね、壁みたいな仕切り板を本当はここに置こうとしてて、パーテーションで寝室と区分けしようと思ったんですけど、結構圧迫感があって合わないなと思って、これ買っちゃったけどどうしようかなと思ってたらうまくここにフィットして、でここはもともと何かこう服とか入りきらなかったものとか、はい、ちょっと収納棚みたいな感じにして、ここも同じくカーテンで仕切ろうと思ってたんですけど、この仕切り棚がこううまくフィットしたので、ディスプレイゾーンみたいな形にしようかなと思って今使っている形ですね。これはこのパーテーションと棚板か、一体になってる商品なんですか。一緒ですね。このパーテーションに3枚棚板を差し込んだ形になっている。
珍しいですよね。こういうちょっとパーテーションとしても使えて、こうディスプレイとしてもなんかそうですね。使えるみたいな、あんま見たことない。かわいいこれ。なんで本当はここに置いてた時は前からも後ろからもこう物を飾れて使えてたんですけど、今もう壁付けしちゃってるので、こっちの面だけ使ってる感じなんですけど。こちらがキッチン。はい、はい、ここで床材が切り替えでちょっと変わったりもしてると思うんですけど、どうですかこっちのなんかキッチンは別でコンセプトがなんかあるんですか？そうですね、ベトナムのホーチミンに、旅行行った時にフランスの食料家だった時の建築の名残とかが結構残っていて、柄のついたカフェとか寺院とかが結構あって、それがすごくいいなと思って、ちょっとブルーの模様なのでここの壁とか梁とかもキッチンの場所だけはちょっとブルーで塗ったっていうところですね。いいですね。なんかこの辺もこう塗料の質感というかちょっとクラフト感があって。そうですね、ちょっと武骨な感じで、この、ステンレスとかの無機質とも合ってるかなというのと、もともと賃貸の時に家電を全部黒で統一してしまったので、ちょっとここはもう黒がまず来るっていうのが決まっている中で、ちょっとどうしようかなっていうところで配色を考えた感じになりますね。どうですか、なんかこの辺はこう、食器棚とかもステンレス、ちょっとシルバー系のもので統一をされてるっていう感じなんですか？そうですね、ステンレス系で揃えようかなとは意識はしてますね。結構食器がありますね。そうですね、やっぱりフリーマーケットとか飲みの市に行くたびに可愛い面白いいい形のものはどんどん買ってしまうで、逆にこのごちゃごちゃな雑多な感じもいいかなと思っていて、ここは基本結構あれですか、奥さんが買ってる？そうですね、基本任せている。そうなんだあんまりこう詳しくない、入る隙がない。でもこの花瓶ちょっと前に世田谷公園のフリマで見つけて300円で売ってて、300円、多分もともともうちょっと高かったと思うんですけど、終盤に行ったので持って帰るのが大変だからもう300円でいいよって言ってでちょうど買ってこれは気に入ってますね。形といい、掘り出し感もありますね。なんか掘り出し感といい。この辺の家電とかはバルミューダ、はい、トースターレンジオーブンがバルミューダで、コーヒーメーカーがデロンギですかね。このキッチンの向かい側、ここはなんかカウンターキッチンって言ったらいいんですか？なんて言ったらいいんだろう。そうですね、カフェとかバルっぽくしたいなと思って、作業したりコーヒー飲んだりできる空間が欲しいなと思ってカウンターを作ってますね。そういう感じですね。こういうことですよね。もうまさにここにいて、そうですね。ご飯食べる時はこっちなんですか？基本ご飯食べる時は基本こっちですけど、やっぱり友達来た時とか来客がある時はここ使ったりもしますね。だってもうお店みたいですよね。本当にお店の感じを再現したというか、すごい。でもリノベしてる時は古着屋とかカフェとか、バルとか行くたびにこう中身っていうか全部建物の作りとか何飾ってあるかとか、照明とか全部ずっとそればっかり見ちゃって、でこういろいろ盗んでったっていう感じにはなるんですけど、でもそう共存するんですね。この全部のその古着とこのちょっとそうですね、バーというか古着のゾーンがかなりごちゃごちゃしてて、リビングがちょっとどちらかというとゆったりしている、ちょっと間の中和が欲しくて、ここなんとなくごちゃごちゃもしてるし、リゾート感もあるし、みたいな感じにしたくて。すごいなこのバランス、なんか不思議な感じですね。なんとかこうバランスを保ってるっていうこっちの僕が今座ってる後ろ側か、フランスの病院とかで使われていた棚になっていて、山本商店で買いました。ここは買って一回も使ってないですね。使ってないですか？なんか飾りで飾りになってるんですか？可愛いのでこう飾っておくのがいいかななるほど、そうなんだ使ってないんだ。てかあとこっちもすごいですね。ここバルっぽいですね。そうですね、この辺の雰囲気は。これ渋谷の飲みの市で3000円で売ってて、掘り出し感ありますね。本当にワインを置くものみたいなんですけど、ここはなんか今飲んでらっしゃるものとか、そうですね、飲み終わったものとか、あといただき物とか、買ったものを入れて飲み終わったらちょっと柄のいいものとかはストックするようにはしてます。なるほど、分かりました。で今度ちょっとこっち側
にもはい移動してちょっとお話を聞きたいなと思ってるんですけど、まあここを境にまたちょっと一気に世界観が変わりましたけど、そうですね。ここがいわゆる洋服とかのある、まあ、スペース、そうですね。はいって感じですかね。洋服はアメリカ系の古着とかをよく着ることが多いので、そっちのテイストにしていて、リビングのヨーロッパ感とかも統一感出るような形で R 壁を使っていたりとか、っていうところで、うまくバランスが取れたらなというふうにやってます。ここすごいっすねマジで。はい、もうまた僕らの動画でも本当ですか。出たことない雰囲気です。はいここのスペースはいわゆるシューズクローゼットみたいな感じですかね。そうですね。前の賃貸の時にだいぶ溢れ返ってしまって収納できなくて、家を買ったら100足以上は置けるようにしたいなと思っていてすごいな。で一応100足は置けるような形で棚作ってもらったんですけど、ちょっと溢れてる部分はカゴに入れたりしています。一応ざっくり見栄えのいいコンバースを色違いで並べていて、上がスニーカー、下が革靴。一番の気に入ってるのはこのニューバランスの990の SG3 かな、2000番台とかでこのスリッポンというかミュールタイプが、出たりしてるんですけど、これはもっと前に990のモデルになっていて、すごく使い勝手が良くて、でちょっとボロボロになってきてしまって履くのを控えていて、あ、そうなんだ。でちょっと予備でもう一個欲しいなって探して全然見つからなかったんですけど、今年に入ってですかね、もう一足同じのを奇跡的に、見つけて入荷してもすぐ売り切れちゃってて、なかなか自分は出会えるチャンスがなくて、これも宮下パークでフイナムがやってるイベントがあったんですけど、そこでちょうど見つけて即買いしたっていう。即買いですね。コンバースだとスタッフっていうアメリカ製の多分60年70年代ぐらいの2万円ぐらいで購入したかなと思います。スペシャルでいうとウエストンですかね。この180、今年の2月にパリに行った時に購入したものになります。日本だとなかなか価格も高いので、現地価格で。現地だと全然値段違うんですか？多分3、4万ぐらいはそんな違うのかなと、思いますね。これはヤフオクをずっとウォッチし続けて、なかなかお店では売ってるの見たことないので、ずっとヤフオク見ていて、ちょうど2万円ぐらいで購入できるチャンスがあったので買った感じですかね。で、こっち側は、ちょっと僕がまず気になってたのはここは何ですか？一応洋服を着て鏡で合わせるっていうのもありつつ、ヴィンテージショップ感を出したかったので、試着室のような空間を作れないかなと思って作りました。ここは実際どういう感じでこれ使うんですか？これはカーテンっぽいんですけど、カーテンレールもついてるんですけど、ただラグを吊り下げてるだけ。吊り下げてるだけなの？そうなんですよ。じゃあここは風な感じで。風なだけなんだ。そうですね。ここでスタイリングして、そうですね。特に自分の家でカーテン閉めてやらないので。やらないですよ。やるわけないですよね。確かに。飾りみたいな感じで、色合いも良かったので、ここに飾ってるっていうところですかね。なるほどね。そういうことか。で、あとはちょっとじゃあこっち側に移動をしていただいて、カウンターみたいな感じなんですか？そうですね。もともとキッチンカウンターを作るってなった時に R 壁多いので R っぽくカウンターにしたら面白いかなと思って、服をアイロンかけたりとか、古着屋のカウンターもちょっと意識しつつ作った形になりますね。もうね、多分今ここの動画で映ってる景色がもう自宅には見えないと思うんですけど、どういう感じでカテゴリー分けとかなんかされてるんですか？そうですね。半分が仕事用のジャケットとかがありまして、奥がコート類がかかっていると。でこちら側が自分と妻の私服、で一応色合いごとに分けているっていうような感じですかね。せっかくなんで今日のコーディネートをちょっとお聞かせいただけたらなと思うんですけど、メガネがギュパールで、このジャケットがファティーグのジャケットです。ミリタリーのアメリカ軍のジャケットになってます。1970年。この T シャツが将来的に古着屋みたいなことをやりたいなと思っていて、
でちょっとその思いが先行してこうブランドというかオリジナルをまあ作っていて、一応このネリビーという名前なんですけども、この T シャツとパンツがリーバイスの66前期と呼ばれる1973年から6年ぐらいかな、に作られた形のものですね。で一応ルームシューズもアメリカ軍のどこかで使われてたルームシューズになります。あとはなんかこの辺は、まあ、いわゆるちょっと装飾的なところもまあちょっと特徴的だと思うんですけど、これお店の販促用の照明になるのかなと思ってて、で笹塚のインディゴで2万円ぐらいで入荷したのをインスタで見てすぐ買いに行きました。このリノベーション全体、記憶的に出演してくださってた伊予野さんっていう設計士の方ですね、はい、がリノベーションされたんですよね。はい、ちょうど担当していただいていろいろアイデアもらって、こういう空間になったと。リノベーションはねやっぱその担当するねデザイン設計士の方との相性とかもやっぱありますもんね。そうですね。ドンピシャだったんでしょうね。ドンピシャでしたね。ここうしたいこうしたいっていうのを全部叶えてくれながらプラスでこうはどうでしょうかみたいな提案もいただいたのですごくやりやすかったですね。結構こう見てるとなんか拡張性もありますもんね。カーテンレールというか。もともとそこの弱視の上のところからつなげるイメージもあったんですけど、ちょっとごちゃつくかなと思ったりして、でこの何ですか、こっちの R とこっちの R とこのカウンターの R と本当に複雑なコンパスで書いたみたいな。そうですね。確かに設計の時はなかなか自分も理解できないぐらいの構造だったんですけど、本当にいい感じにまとまったかなと思ってます。あとなんか僕結構いいなと思ってたのがこの2層層になってるこの R は奥行きというかなんか立体感を感じられてすごいなんかリノベするならこういう壁の立て方いいなってちょっと今僕思ってました。そうです。最初ここだけだったのかな。ここだけ R でこの R のサイズ感に合わせて奥の丸いミラーをつけててだったんですけど、ここも R にしたらどうですかとか、ここのレールとかも R にしたらどうですかみたいなところが始まって、で最後の最後ここオレンジに塗ったらどうですかみたいなつながってで最後オレンジに塗ってっていう経緯になりますね。なるほど。秋田さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に、秋田さんから告知したいものとかお知らせしたいものがあればしていただければなと思います。家のインテリアですとか、購入品とかを投稿しているインスタグラムと、あと、オリジナルでこの作っているネリビーのインスタグラムのアカウントがありますので、ぜひチェックいただければと思います。ネルビーはもうなんだろう、ブランドとしてこう運営も結構アクティブに運営されてくれるんですか？ただ勝手に自分でステッカー作ったり T シャツ作ったりしかまだ全然始まってないんですけども、それをヴィンテージショップみたいな形でこう将来的にできたらいいなと思って作ったものですね。じゃあ気になる方はブランドのインスタグラムとお部屋のですねインスタグラムチェックしていただければなと思います。お願いします。お願いします。